茹でないベーグル、それはつまりもはやパン最後5にならへんなと思って大慌てでつけてみました。どうもこんにちは、なおドーナツです。今日はですね、茹でないベーグル、そしてそれをお花形の成形でちょっとチャレンジしてみようかなと思います。では材料こんな感じなんですけど、結局ね、じゃあ茹でずに焼くんやったらただのパンやんっていうところで、私もそう思うんですよね。ただお水の量がやっぱりちょっと今日は少ないというところと、発酵時間が短いっていうところで、やっぱり生地的にはベーグルなのかしらというところで、茹でないベーグルで、世の中には実はその茹でないベーグルのビアリーというパンが存在するらしくて、ポーランドでね、なんかもともと食べられてたらしいです。でそれで相変わらずニューヨークでニューヨークってさ、何の店でもあるよなニューヨークでそういう老舗のお店があって、ビアリーとして売っていると。でビアリーっていうのがどういうものかって言ったら、なんかね、丸っこく平べったくした薄っぺらい生地で中央をくぼませて炒めた玉ねぎを乗せて焼くっていう、そういうパンがあるらしいです。でそれが一応世界的に言う茹でないベーグル、ビアリー。ただ今日はですね、そんな難しいものを作ろうというわけではなくて、ただ単にいつものベーグルを作る要領で作って、最後茹でずに焼くっていうやつを作っていきたいんですけれども、お花形にしたいということで、インスタでねちょっとこういうの見つけましたので、今日はこれを目指して作っていこうかなと思います。私はね、もう普通にパン生地コースで作ってしまって、作戦その1、二次発酵を今日はしないということと、茹でない代わりに最後ね、霧吹きをたっぷりするっていうのをよく見かけたので、それをやっていこうかなと思います。で今日ね、そうこの真ん中の花びらの部分と、ガクって言ったらいいんかなガクってか周りのとこなんて言っていいかわからんかったんやけど、ガクの部分と分けていくんですけど、花びらの部分をね、どっちかというと 15g でしっかり分けて、で残りは、今日4つ作りたいんですけど、余った生地をもう大まかに4分割するっていう感じでいいのかなと思いました。ではこれを10分置いていきます。なんかね、この10分置かないっていうレシピの人もたくさんいたんですけど、今からねこれを細長く伸ばしていくんですね。ガクの部分を細長く、めちゃくちゃ長く。それをするのにやっぱり10分待った方がやりやすいかなっていうので待ってみましたけど、めちゃくちゃ急いでる人はそのまんまやってもいいんかな。ただめちゃくちゃ急いでる人はもうこれやらん方がいいよな、こんなめんどくさいって言ったらちょっと言い方悪いけどさ、忙しい時に作るもんではないよね、これはね。だからまあ10分待った方がいいのかなというところで、50センチ、私は50センチぐらいに伸ばしたんだけど、インスタの先生はね1メートル伸ばしてました。だから本当はね、長ければ長いほどいいんだろうね。で生地の量もね、先生は私の倍ぐらいでやってたから、やっぱり長い方がいいんだと思います。でこれを見たことある人いますかね。なんかお花型のねやつに成形したいんですけど、やりたいこと上がる今プリップリってなっちゃってるんだけどこれを巻きつけていきたいんですよね。そうこういう感じでねちょっとねプリッとなっちゃうのよね、やっぱね。だからしっかりと長めに伸ばして、このね最初のところ結構ねギュッとやった方がいいね。で巻いていくと。で最後もどうせほどけてきちゃいますでしょうからね、もうしっかりめに、ギュッとやって、やっぱねちょっとねこねこねしすぎたせいかちょっとシワシワになっちゃいましたね。で2個目やっていきます。ちょっと見て、ここ
ね、やっぱりねこの細長く伸ばすの難しいよね、なんかね。でなんかこんな感じになりながらも、うん、うん、いいですね。真ん中にね花びら入れたいのでちょっと広げて置いておきます。じゃあね、次花びらですね。この3個のボールでお花2つ分を今から作っていきます。で2分割してその1つを伸ばしていくと、どんぐらいでしょうか、人差し指ぐらい人による長さ何指でもいいけどでなんかなんて言うんだろう、綺麗に全部同じ形にするっていうよりかは、なんかいびつな方がより花びらっぽくなるのかなとちょっと見てて思いましたんで、極力ちょっといびつな感じにしました。で6枚並べていってくるくるくるですね。なんかお刺身とかでもね、なんかこの盛り方ありますよね。こんな感じでくるくるして、で真ん中で切っていくと。はい、いやかわいいやんかかわいいやんかね、いい感じですね。じゃあもう一個の方もやっていきます。いいですね。でここですね、しこたま切り拭きをしました。ごまをつけるためっていうところが私は大きいんですけど、先生のやり方ね、こうやって細く伸ばして水にねチャポンってつけちゃうんですよ。でごまをたっぷりまぶして成形するっていう、先生はこういうやり方でやってたんですけど、それはあんななごまふんだんに使えたらいいけどさっていうところでちょっとケチケチして私はこうしましたね。でこの真ん中にバラって言っちゃったけど花びらを入れていくと。いいですね。なんかね、霧吹きをすることで生地が早く焼き固まっちゃうのを防ぐっていうこともあるらしいから、ちょっと今日はやってみてどうでしょうか。いいんじゃないでしょうか。お花のとこだけね今日はちょっと牛乳塗りましたけど、全体的にこんがり焼けましたね。いいんじゃないでしょうか。どうですか。先生のに比べると大きさがねちょっと小ぶりな感じはしますけど、食べやすそうでいいですね。牛乳塗ったとこ以外もでも結構色つきましたね。まあそんな感じでちょっと硬いね見てて思わんかった。ちょっと硬いね。やっぱそれベーグルのね、ベーグル寄りのにしても結構硬いな。とりあえずいただきます。味は美味しゅうございます。ごまがねやっぱ美味しいからごまがちょっと先に来るけど、生地もね美味しいですけど、この今見てる部分よりこの花びらの部分の方がなんかふんわりしてて美味しいですね。やっぱあれかな、私が伸ばす時にちょっと下手くそでこねこねしたし、やっぱ巻きつけるっていうのでちょっとギュッとね生地もなっちゃうのかなっていうところで、もしかしたらお花形にしない方が嘘やろってなこんな張り切ってお花形にしてお花形にしない方がいいっていう結論ですね今日はね。
ということで皆さん、茹でないベーグルはすごくおすすめですので、もし作ったことないという方おられましたら、ぜひ作ってみてはいかがでしょうかということで、本日の動画ここまでにしたいと思います。ここまでご視聴いただいた皆さん、本当にありがとうございます。また見てね。バイバーイ。